こんにちは。今回はこちらのキラキラ模様のスマホホルダーを編んでいきます。中心の穴からそれぞれキラキラ模様が出ていて、とても可愛い編み目に仕上がります。2目1模様になりますので、今回は底板を使ってるんですけども、丸底でも楕円底でも編んでいただけます。よかったら編んでみてください。では今回はこちらダイソーさんのマクラメヤーンのモスグリーンを使って編んでいきます。ポリプロピレン 100%、 約 35g、 約45メートル、目安のかぎ針は5号になっています。今回は5号を使って編んでいきます。それとダイソーさんのバック底板の小さいサイズの4枚入りの方ですね、こちらを使用します。サイズは 10.7 センチ ×4.2 センチになっています。ではこちらの底板、穴が28個あって、1つの穴に2つずつ細編みを1周編んでいきます。ではここの真ん中の穴から編んでいきます。真ん中のところに針を入れて、向こうで糸をかけて、一度引き抜いておきます。同じところに針を入れて、細編みを2つですね。針の上に糸端を置いて、ずっと編みくるみながら編んでいきます。細編みを1、同じところに針を入れて、2、2つ編んだら次のところですね。次のところに針を入れて、1、2、また次のところですね。1、2、こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。では一周編んできたので、一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では次1段目ですね。1段目はこの細編みの向こうの1本のところを拾って、細編みの筋編みを1周編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、まず足元の細編みですね。今引き抜いたところのこの細編みですね。この向こうの1本を拾って、1つ目の細編み、次の細編みの頭の向こうの1本ですね。ここが頭なんですけども、向こうの1本だけを拾って、細編み。また次の細編みの頭の向こう1本拾って、細編み。こんな感じで1周編んでいきます。では1周編んできたので、一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では編み方ですね。ここが今編んできた細編みの筋編みの1段目ですね。で、このピンクのところが今から編んでいく2段目です。2段目は中長編みの2目一度と鎖を交互に編んでいきます。まず、ここが一番初めの細編みですね。ここの前後に針を入れて、で、まず2目一度を編んでいきます。
では2段目ですね。この針にかかっているループを少し引き伸ばします。そしたらこのループのところを境に、一番最後の細編みと一つ飛ばした次の細編み、ここで中長編みの2目一度を編んでいきます。で、一番初めの中長編みは針に糸をかけずに、このまま一番最後の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。で、次からは普通に針に糸をかけて、一番初めの細編みを飛ばした次のところ、1個目、2個目、2個目のところに針を入れて糸を持ってきます。で、これを一気に引き抜きます。そして鎖を一つ。次は、ここの中長編みを編んだ、ここの2つ目のところですね。ここと1個飛ばした次のところ、こことここに2目一度を編んでいきます。針に糸をかけて、さっき針を入れたところですね。ここに針を入れて糸を持ってきます。かけて、次を飛ばした次のところ、ここに針を入れて糸を持ってきます。で、これを一気に引き抜きます。2目一度ですね。そして鎖を一つ。かけて、2つ目の中長編みが入っているこの目ですね。ここにもう一度針を入れて糸を持ってきます。かけて、次を飛ばした次のところに針を入れて糸を持ってきます。かけて一気に引き抜きます。そして鎖を一つ。こんな感じで一周編んでいきます。ではぐるっと編んできました。あと、ここに一つ細編みが残っているので、こことここにあと一模様ですね。かけて、で一番初めに針を入れたところですね。ここにも入れて、2目一度。そして鎖を一つ編んだら、一番初めのここの目ですね。少し引き伸ばしたところ。ここに針を入れて引き抜きます。では次はこの水色のところの3段目ですね。この段は下の段の鎖のスペースではなくて、鎖の頭の2本拾って細編み、鎖という感じで交互に編んでいきます。では3段目ですね。鎖を1つ編んだら、足元のこの2目一度ですね。ここの上のところに1、2、2目あるんですけども、右側の方は2目一度の頭。で、こちらが鎖編みの方ですね。なので、右ではなくて左の方ですね。この目がたくさん入っている方の鎖の方の2本のところに針を入れて、細編み、鎖を1つ編んだら、次の2目一度の右ではなくて左の方ですね。たくさん目が入っている方の鎖の方ですね。この2本をすくって、細編み、鎖、次の方ですね。ここに細編み、鎖、こんな感じで一周編んでいきます。ここに入れているので、たくさん目が入って、キラキラ模様が出てきましたね。では一周編んできました。鎖を編んだら、最後ここですね。この2目一度のこちらの方ですね。ここに細編み、
鎖、鎖まで編んだら、一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では次はピンクのところの4段目ですね。偶数段は中長編みの2目一度と鎖を交互に編んでいきます。ではここの細編みに引き抜いたら、さっきと同じように針にかかっている糸を少し引き伸ばします。で、この細編みの前後のこのスペースですね。この鎖のスペースに2目一度を編んでいきます。編んだら鎖を1つ編んで、この2目一度のこちらの中長編みですね。ここが入っているスペース。ここにもう一度針を入れて、こことここのスペースでまた2目一度を編んでいきます。で、鎖という感じで交互に編んでいきます。では4段目ですね。この針にかかっているループを少し引き伸ばしたら、このループを境に最後の鎖のスペースと初めの鎖のスペース、ここに2目一度を編んでいきます。糸はかけずに、ここの1個戻ったスペースですね。ここに針を入れて、糸を持ってきて、で、ここからは針に糸をかけて、次のスペースに針を入れて糸を持ってきて、ここで一気に引き抜きます。そして鎖を1つ。かけたら、今、編み入れたとこですね。ここのスペースに針を入れて糸を持ってきて、かけて、次のスペースに針を入れて糸を持ってきて、一気に引き抜きます。そして鎖を1つ。かけて、ここの下のところですね。ここにもう一度針を入れて糸を持ってきて、かけて、次のスペースに針を入れて、糸を持ってきたら、一気に引き抜いて、鎖を1つ。こんな感じで1周編んでいきます。では1周編んできました。鎖を編んだら、ここに最後、もう一模様編んでいきます。ここにもう一度針を入れて、糸を持ってきて、ここは一番初めに入れたところですね。このスペースに針を入れて糸を持ってきて、引き抜きます。鎖を一つ編んだら、一番初め、針にかかっているループを少し引き伸ばしたところですね。ここの目に針を入れて、引き抜きます。では次は水色のところの5段目。また細編みと鎖の交互の段ですね。さっきと同じように編んでいきます。5段目も少し編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、足元の2目一度の上のこことここですね。この右ではなくて左側の方ですね。ここの2本のところに針を入れて、細編み、鎖、次の2目一度の左側の方に針を入れて、細編み、鎖、ここの左ですね。こんな感じで編んでいきます。では27段編んできました。細編み1、鎖1の段までです。高さは約17センチで、横が約12センチです。
では、縁を細編みで編んでいこうと思います。鎖一つで立ち上がったら、引き抜いたところの一番初めの細編みですね。細編みの頭に針を入れて、細編み。鎖のところはこのスペースに針を入れて、細編み。次の細編みの頭に針を入れて、細編み。鎖のスペースに針を入れて、細編み。こんな感じで一周編んでいきます。では一周編んできて、ここが最後のスペースですね。ここに針を入れて、最後の細編み。そしたら一番初めの細編みの頭に針を入れて、引き抜きます。では最後一周引き抜き編みを編んでいこうと思います。立ち上がりは編まずに、1個目、2個目、引き抜いたところの次のところから編んでいきます。2つ目に針を入れて、引き抜き編み。ここは最初なので、マーカーを入れておきます。1つの目に1つずつ編んでいきます。では一周編んできました。ここのスペースの上に入っているこの細編みが最後の細編みですね。ここに針を入れて、最後の引き抜き編み。そしたら、チェーンつなぎでつないでいこうと思います。糸をカットして、引き抜きます。で、とじ針に通したら、このマーカーのところですね。一番初めの目のところ。ここに、この2本のところに、針を入れて、で、ここに戻して、前後と大きさを揃えたら、あとは裏の方でしっかり糸始末をしておきます。では糸処理をしてきました。これで高さが約18センチになりました。これで本体は完成です。では編み目が少し遮光するんですけども、ペタンと折って、ここの両端のところにマーカーをつけています。持ち手をつけるところですね。こちらと向こう、それぞれ28目ずつになっています。では今回の持ち手は、こちら既製品ですね。セリアさんで購入したハンドルチェーンの40センチのものですね。こういったのを使用します。あとこういったのもつけていこうと思います。こちらもセリアさんで購入していたパールタッセルですね。こちらを使用します。ではこんな感じで完成しました。チェーンは今回は D カンはつけずに糸がしっかりしているので直接編み目につけています。既製のタッセルは初めて使ったんですけども、こちらの雰囲気に合っていると思います。ここの中心の穴からそれぞれキラキラ模様が出ていて、とても可愛い編み地になったと思います。よかったら編んでみてください。
今回もご覧いただきましてありがとうございました。